今日は先日注文しましたマイケルコースアウトレットの2つのバッグを開封していきたいと思います。皆さんこんにちは、さとこです。今日も動画ご覧いただきましてどうもありがとうございます。先日のマイケルコースの福袋ラッキーバッグサマー2025は価値があるのかっていうビデオの最後の方で結局、福袋を頼まなくても自分の好きなバッグが福袋以下の値段で買えるっていうことで2つのバッグ注文しましたので今日はこちら開封していきたいと思います。まず先日の動画の中で私がアウトレットのサイトでバッグをチェックしながらこれアウトレット品ではなくて正規品じゃないかなって言って注文してたと思うんですけれども、その後よくよくですねマイケルコースアウトレットのジャパンのページを見てましたら、日本のマイケルコースは正規品のシーズン落ちのアイテムをアウトレットに卸してるようでした。大変申し訳ありません。もし定期的にアウトレットストアから買える正規品のシーズン落ちアイテムの解説をしてほしいっていうリクエストがありましたらグッドボタンかコメント欄からお知らせください。やっと開封することができました。はい、そしてこちら納品書なんですけども不具合などの場合の対応方法が書いてあります。注文内容と異なる商品が届いた場合、商品に破損や汚れなどがあった場合は14日以内にカスタマーサービスに連絡してくださいということです。またオンラインストアから購入した商品は店舗での返品交換はできないので全てやっぱりオンラインの方から手続きする形となっているかと思います。ではまず早速1点目なんですが、こちらもダストバッグもついてくれるんですね。最近アメリカのマイケルコースではダストバッグを別売りしてます。ただこういうメッシュっぽい生地ではなくてサテンのようなサラサラのバッグなんですけども、それを5ドルで別売りしててもう普通に購入したバッグにはほぼほぼ、ついてきません。なのでねいいですね。こちらが、先日のビデオの中で、注文したジェットセットのウーベンのクロスバディサファリグリーンなんですけども、オンラインで見たよりはカキって言ったらもうそういう色ですね。それ思ってたよりも若干茶色が入ってる感じで、これはなんか年中通して使えそうなカラーです。で気になっていたロゴの方なんですけれども、やはり正規品ですのでアルファベットの一つ一つの文字がきっちりと離れたスペースも入っています。で私、今回もまたちょっと調べてたんですけど、このロゴどうして正規品だと離れててアウトレット品だとちょっとくっついて、スペースも狭くて文字と文字の間がくっついて見えるかっていうと、アウトレットの方は1枚のプレートにスタンプと言っていいのかわからないんですが、スタンプするような形でロゴが1枚のプレートになっててそれをはめてあるっていうような形で、そして正規品の方はやっぱりちゃんと一文字一文字こうついているというかですね、そういう風になっている関係でちゃんとスペースがあるっていうような感じでした。このような感じでちょっと片手で持つこともできると思いますけども、いろんなシチュエーションでチェーンはついてる方が便利かなとは思います。はい、チェーンは簡単につけることができます。本当にキラキラしてて綺麗ですね。残念ながら長さ調整できないんですけども、はい、実際着用してみますと私身長153センチでちょうど骨盤のあたりに落ちるかなっていう感じの長さなので、背が高い方にはちょっとクロスバディとして使うのにはちょっと短いかもしれません。こういう風に肩掛けでねこういう形で使う場合にはいいかと思います。マイケル・コースさんの商品はいわゆるアメリカの普通体型の方がターゲットされているので、もうちょっとハイブランドとかの
ものよりはチェーンなどは短めになってます。グッチさんとかはですね、もう結構調整が効かないストラップが長すぎて、店舗の方でやっていただくっていう形が多いかと思うんですが、マイケル・コースさんのはね、そのまま使うことができると思います。ではライニング中のですね生地を見ていきたいんですけども、こちらねやっぱりねちょっと見えるかな、正規品なんですけども、ライニングはチェーン柄ではなくマイケル・コースマイケル・コースって書いてる風になってます。ウェブサイトの方には商品の製造時期によってロゴの雰囲気や、ライニングは異なる場合がございますと注意書きがされているので、私単なる予想なんですけども、もともと正規品を製造する時にもアウトレットに卸す予定で作られているものと、製造数が少なくて正規品で完売を予定しているもので分かれてて、完売を予定しているちょっと高級なものですね、もちろん製造数も少ないので、中にライニングを使わないでスウェード素材にしたり、チェーンの柄にしたりとちょっと、差別化を図ってアウトレットに行くんじゃないかなっていうのには、アウトレットと同じライニングを使用している可能性があるんじゃないかなと思います。でもこちらレザーもね上質な感じですごくいいと思います。ジェットセットウーブンレザークロスバディミディアムサイズとなってます。はい、そして続きまして2点目なんですが、こちらは、前回のビデオではまだどれを買うかお知らせしてなかったんですが、ちょっと大きめのバッグになってます。これはね、アメリカのアウトレットで半年ぐらい前に見かけた時にもうパッと見ていいなって思ってたんですけど、その時に、店舗でのキャンペーンが 20% オフぐらいのキャンペーンだったんですね。だけどもその 20% オフで160ドルぐらいの値段だったんです。はい、こちらで日本円で1万1000円だったので、それはお得だということで、もう真っ先に選びました。アブリルレザースウェードサッチェルのラージサイズとなってます。ここの表面の部分は一応ペベルドレザーになってまして、ここがスウェードです。マイケル・コースさんのね、大きいトートなんか結構よくあるパターンで、表面が、傷のつけにくいペベルドレザー、そしてこのサイドの部分がスウェードでちょっとしっとりした感じのものになってます。で、私このねちょっと横の部分が出てるやっこさんスタイルっていうんですかね、こういうデザインが好きなので、コーチの方から新しく出てる秋冬物のトートバッグがやはりこうちょっと横が出っ張ってるグラマシーという商品がありますので、また次回それを別で、ご紹介したいんですけれども、はい、そしてこちらもともとアウトレット用に作られてる商品なので、先ほど申し上げました通りロゴが詰まっていてアルファベットの文字がくっついてます。特に顕著なのが MIC の間ですね。後ろにちょっとプレートがあるのが見えますっていう感じで、こちらと並べてみますと一目瞭然となっております。そしてライニングの方はもちろん、チェーンではなくマイケル・コースマイケル・コースって書いてる形となってます。アブリルレザースウェードサッチェルラージサイズでした。そして今回こちら、20% オフのキャンペーンで買いましたので、合計金額が2点で2万円1000円いかないぐらいの価格っていうことで、両方ともね、約1万円ぐらいで購入できたっていう形になります。日本のマイケル・コースさんでこんなに安く買い物ができるっていうのはちょっとびっくりしました。
正直今回、帰国してもっとすごくいろんな買い物したいなと思ってたんですけども、例えばブランドバッグの中古店ですよね。中古店でもどこに行っても大体もう円とドルの関係を考慮された上での価格設定になってるなっていう感じで、全然お得感がなくてですね、いくらドル払いになると言ってもあんまりそこまでしてだったら別になんか普通にアメリカで好きな色とかを買おうかなみたいな。なんか日本円だから日本円をドルに換算したら安くなるからこの色でもいいかなとかっていう買い方ができないレベルの値上げの感じだなと思いました。はい、今日も動画ご覧いただきましてありがとうございました。また次回お会いします。